私は大学で写真を学ぶ学生。いつもレンズ越しに世界を見ようとする私には、日常の一瞬一瞬に隠れた美しさがあると信じている。ある日、大学のプロジェクトで自分の住む町の魅力を記録せよという課題が出されたとき、心の奥で何かが弾けるのを感じた。都会の喧騒とは異なる、ふんわりとした温かさが流れる私の住む町。そこで、私は普段は何気なく見過ごしていた景色や、人々の表情、古びた路地裏の風情に、改めて目を向けようと決心した。家族や友人からは、そんなテーマで大丈夫なの？と遠回しながらも現実味を問われることもあった。しかし、私自身は日常こそが最高のアートと直感し、レンズを手に町の中を歩き出した。最初は何気ない一コマを撮るだけの日々だったが、次第に心に響く瞬間や温かい笑顔、そして小さな奇跡に出会えることに気づくようになった。大学の授業が終わると、すぐにカメラを抱えて、近所の商店街や公園、古い住宅街へと足を運ぶ日々が始まった。ある日のこと、夕暮れ時の狭い路地裏で、薄暗い影と柔らかな光が交錯する瞬間を捉えたとき、私は内心でこれだ、これこそ私が探し求めていた美しさだと感じた。その瞬間、誰かが素晴らしいねと言ってくれるような気配はなかったが、私の心は確かに温かく満たされた。写真を撮るという行為は、私にとって単なる記録ではなく、自己との対話でもあった。カメラのシャッター音とともに、周囲の音や風の匂い、そして人々のざわめきが、私の心の奥底に眠る感情を呼び覚ます。レンズ越しに見る世界は、時に切なく、時に優しく、いつも私にあなたの目は、本当はもっと世界を愛していると、そっと語りかけてくるようだった。ある朝、いつものように大学へ向かう途中、ふと見上げた空の青さや、朝露に濡れた草花の輝きに、私の心は解放された。普段は忙しさにかき消されがちなその美しさが、突然、心の中に強烈なインパクトを与えた。電車の中や、キャンパスの雑踏の中でも、私は常にこの瞬間、この情景を逃すなと、無言の声で自分に語りかけながら、シャッターを切った。友人たちがまたそのことばかり気にしてるの？と、ふとからかうように言っていたのを覚えている。しかし、私はそんな言葉に左右されることなく、ただ自分の感性に忠実であろうと決意した。誰かと直接話す機会はほとんどなく、すべては私の中で感じた言葉や、遠くから聞こえてくる声として内心に刻まれていった。ある日の放課後、大学の図書館前の小さな公園でベンチに座っていた時のこと。ふと、道端で笑顔を浮かべながら歩くお年寄りの姿を見かけ、その背中から静かでありながら深い歴史と温かさを感じた。誰もが口に出しては言わなかったが、私の中で、この町には語り継がれる物語がたくさんあると、遠回しに実感した瞬間だった。写真を撮りながら歩いていると、通りすがる人々の会話や、子供たちのはしゃぐ声、そして近くの商店から漂うパンの香りなど、すべてが私にとってのインスピレーションとなった。誰かがこんな日常も立派なアートだと直接は語らなかったが、まるで空気の中に漂うその確かな思いが私に静かに届いてくるのを感じたのだ。写真を通して見える世界は、やがて私自身の内面とも深く結びついていった。授業やアルバイト、そして撮影の日々の中で、私は何度も自分に問いかけた。
私は本当にこのままでいいのだろうか、この蝶の何気ない風景にどんな意味があるのだろうかと。直接誰かと話すことはなく、すべては私の心の中で静かに、しかし確かな言葉として交わされた。ある夜、撮影した写真を整理しながら、過ぎ去った日々の記憶や、ふとした瞬間に感じた温かい笑顔、そして蝶の風景が一枚一枚の写真に込められていることを実感した。写真の中に見過ごされがちな小さな幸せや誰にも言えないような内面の葛藤が静かに映し出されているのを見て、私はこれこそ私が本当に追い求めるべきものなのだと内心で確信するようになった。大学の写真部のイベントや地域で開催される展示会などに参加する中で、私は同じように日常の美しさを追い求める仲間たちと出会った。彼らは私が普段から感じていることを遠回しながらも静かに、しかし確かな情熱を持って語っていた。ある先輩が、展示会の後に君の写真には見る者の心を揺さぶる何かがあると直接は伝えなかったが、目の奥から静かに伝わるその思いに私は大きな勇気をもらった。また部活動の後、カフェで一人静かに写真集を見ていたとき、近くで別の部員が日常の風景にもこんなにも奥深い物語があるんだなとボソボソと自分の考えをつぶやいているのを聞いた。その一言は直接的な会話ではなく、ただその場の空気とともに私の心に深く染み込んだ。仲間たちとの出会いは私にとって自分の視野を広げる大切な刺激となり、これまで見過ごしていたものに気づかせてくれる貴重な瞬間であった。日々の撮影と観察を続ける中で、私は次第に自分自身の視点が変わっていくのを感じるようになった。最初は、ただこれが蝶の風景として記録していたものが、次第にここにある小さな瞬間が、実はとても大切で、美しいと内心で再評価されるようになった。何気ない道端の花、風に揺れる看板、夕暮れ時に輝くネオンの灯り、それらすべてが私にとっては新たな発見と感動に変わっていった。ある日のこと、撮影中にふと立ち止まり、カメラを構えて見つめた先に一人の老婦人がいた。彼女はゆっくりと歩みながら静かに蝶の風景を楽しんでいるようだった。直接的な会話は交わさなかったが、その姿に私は彼女はこの町で長い年月を生き抜いてきた証人だと感じ、内心で尊敬の念とともに彼女の歩んできた歴史に思いを馳せた。その瞬間、何気ない一枚の写真が私の中に強烈な印象として刻まれ、日常の中に潜む生きる物語の大切さを改めて実感したのだ。また、撮影を進める中で、時折、通りすがる人々の遠い視線や、子供たちが笑いながら駆け回る様子、そして静かに佇む古い建物の佇まいが私にとってのこの町の物語として感じられるようになった。写真を整理しながら心の中でこんなにもたくさんの物語がここには溢れていると遠回しに実感することが増えていった。自分自身が撮影した一枚一枚の写真がただの記録ではなく、私自身の内面とリンクし、心に語りかけてくるメッセージとなっていくのを感じたのだった。撮影の合間に、私は自室で撮った写真をじっくりと見返す時間を大切にするようになった。モニターの中に映る蝶の風景や人々の表情、その一瞬一瞬がまるで静かに物語を語りかけてくるかのようだった。ノートパソコンの前で
ふとこれが本当の芸術なのかもしれないと感じる瞬間があり、その時、直接誰かと話すわけではなかったが、内心で確かな声が響いていた。私の中には美しさは特別な場所だけにあるものではなく、日常の中に潜んでいるという確信が静かに広がっていった。大学の講義の休み時間や放課後に地元のカフェで仲間たちと語り合いながらも、私の内心では常に今日撮った一枚に何か新しい発見があったかと自分自身と対話するような時間が流れていた。写真集や芸術書を読みながら、この世界をどう表現するかについて、ふと自分に問いかけるようになった。直接的な会話ではなく、すべては私の内側で生まれる遠いけれど確かな答えとして静かにしかし確実に返ってきた。ある日、撮影のために足を運んだ古い商店街でふと子供たちが小さな露店で遊んでいる姿を目にした。その時、私の中でこんなにも純粋な笑顔があるのかと遠回しに感動の声が上がった。誰かに直接美しいねというわけではなかったが、私の心はその瞬間の感動を言葉に変えて静かに自分自身に語りかけていた。その日から私は日常の何気ない一瞬一瞬により深い意味を見出すようになり、写真一枚一枚に込める思いも次第に豊かになっていった。大学のプロジェクトとして私の写真展の準備が始まった。講師や先輩たちから、あなたの写真には見る者の心を動かす力があると遠回しながらも温かい言葉が送られることが増え、私自身はその言葉に励まされながらも内心ではまだ自分の表現に迷いがあった。自分が撮影した風景や人々の表情に果たしてどこまで自分の感性が反映されているのか何度も自問自答する日々が続いた。プロジェクトの準備に追われる中で夜遅くまで写真の整理やレイアウトの検討に没頭することが多くなった。自室の窓から見える京都の夜景がふと私の内面の闇と光が交錯していると感じさせ、レンズ越しに切り取った一枚一枚の写真が単なる記録ではなく、自分自身の物語を映し出す鏡であることを改めて実感した。直接的な会話はなく、すべては私の内側で静かに、しかし確かな声として反響していた。ある夜、カフェで一息ついていると、隣の席で静かにノートパソコンを操作していた同じプロジェクトの仲間が、ふと日常の一瞬に、こんなにも深い物語があるなんてと、遠回しにその感動を共有しているのを感じた。その瞬間、私は私だけじゃないんだと内心でほっと胸をなで下ろすと同時に自分の表現に対する自信も少しずつ回復していくのを感じた。プロジェクトの締め切りが近づく中、私の写真展の開催が決定した。会場は大学内の小さなギャラリーで壁一面に私の撮った写真が展示されることになった。展示会の準備期間中、直接誰かと深く語り合う機会はなかったが、先輩や教授たちが遠回しにあなたの視点は素晴らしいこの展示会は多くの人に感動を与えるだろうと内心で期待や応援の言葉を伝えているのを私は確かに感じた。展示会当日、ギャラリーに足を運ぶと、私の写真に対して多くの人々が静かに見入っている姿が印象的だった。誰かがこんな風に日常が美しいと感じられるんだと遠くから伝わる感想が空気中に漂っているのを私は内心でしっかりと感じ取った。展示会の中で直接的な会話は交わされなかったが、来場者の目線や
ふとした表情から私の作品に対する共感と感動が静かに、しかし確かに伝わってきた。展示会の終了後、帰り際に一人の来場者が、かすかにあなたの写真は、まるで私の知らなかった世界を映し出していると、遠回しに感謝の意を示してくれたような気がした。その瞬間、私の心は温かく満たされ、これまでの不安や迷いが少しずつ溶けていくのを感じた。内心で、これこそ私が追い求めていたものだと深い感謝とともに自分自身の成長を実感したのだった。展示会を終えた後、私はしばらくの間、日常が以前とは違って見えることに気づいた。撮影の対象となる風景や人々がまるで新しい光に包まれたかのように、より鮮やかで美しく映り、私の心に新たな希望を与えてくれた。大学のキャンパスやいつもの商店街、古い路地裏でさえも、かつては当たり前だった風景が今や芸術作品のように感じられるようになっていた。友人たちとの会話の中で、最近何かが変わったねと遠回しに話されることが増え、私自身も自分が変わったんだと内心で確かに感じるようになった。直接的な言葉ではなかったが、互いに静かに、しかし確かな形で、私たちの心は新たな未来へと歩み始めていた。写真を通して見える世界は、単なる映像ではなく、私自身の内面と深くリンクし、日常の中に潜む美しさや希望を確かに感じ取らせてくれるものとなっていた。ある日、夕暮れ時に大学のキャンパス内を歩いていると、ふと古い校舎の窓から漏れる柔らかな光とともに、風に舞う桜の花びらがまるで新たな始まりを象徴しているかのように私の前に現れた。その瞬間、私は自分の中にある夢や希望、そして日常の尊さが一つに溶け合っているのを実感し、これからもずっとこの目で世界を見続けようと固く心に誓ったのだった。こうして私の大学でのプロジェクトはただの学業の一環にとどまらず、私自身の内面を大きく変える転機となった。写真を撮るという行為が私にとっては自分の存在や日常の中に隠れた美しさと向き合う大切な儀式となり、どんなに些細な一瞬でもそこに宿る命の輝きを見逃さないようになった。今もなお、私はカメラを手に町の隅々を歩きながら新たな視点で世界を切り取り続けている。講義の合間や夜遅くの静かな時間に撮りためた写真を見返しながら、今日も私のレンズは世界の真実を映し出していると内心で感じる瞬間がある。直接誰かと語り合うわけではなかったが、写真を通じて私の感じた思いや情熱が遠くの誰かの心にも届いていると信じている。大学のプロジェクトが終わった今、私の中にはかつてないほどの自信と日常への深い感謝があふれている。撮影を続けることで私は自分自身の内面と対話し、過ぎ去った日々や忘れかけていた夢を再び取り戻すことができた。そして何よりも普段何気なく過ごしていたこの町の風景や人々の笑顔、そのすべてが私にとっては大切なアートであり、未来への道しるべとなっている。これからも私は自分のレンズを通して日常の一瞬一瞬に宿る美しさを記録し続けるだろう。たとえどんなに些細な風景であっても、そこには必ず私にしか見えない特別な輝きがあると信じている。そしてその輝きが未来の私自身を照らし、これからの人生の新たな物語へとつながっていくと、
心の中で確かに感じながら、今日もまた一歩ずつ歩みを進めている。大学生活の中で恋愛に夢中になっていた私。しかし、突然の別れは想像以上に心を引き裂く痛みとなった。あの日、彼からの別れの言葉がまるで冷たい風のように胸に突き刺さった。友人たちが気のせいだよとか次があるさと励ましてくれたが、内心では自分の未来に対する不安と愛の儚さに打ちひしがれていた。そんな中、ふとある考えが頭をよぎった。今の私は何か大切なものを見失っている。心の傷を癒すために、そして新たな自分を見つけるために、一人で京都へ旅に出ようと静かに決意した。家族にも遠回しに、あなたにとっても必要な経験だと言われたが、正直、都会での日常を捨てるのは容易なことではなかった。けれど、心の中でこの痛みを乗り越えた先に本当の自分がいるはずと何度も自分に語りかけた。出発の日、朝の光が柔らかく差し込む中、私はスーツケースにカメラとメモ帳、そしてあの小さな希望を詰め込んで家を後にした。駅での別れ際、家族は直接は何も言わなかったが、母の目には静かな優しさと、どこか心配そうな光があった。電車に乗り込み、車窓から見える風景に、私はこれが新たな一歩の始まりだと感じ、胸が少し高鳴るのを覚えた。都会を離れ、京都へと向かうその旅路の中で、私は失恋の痛みを少しずつ振り払いながら、未来への扉が開かれる予感を内心で確かめるようになった。京都駅に降り立った瞬間、何とも言えない懐かしさと同時に、新鮮な感動が私を包んだ。狭い路地、木造の町家、古びた看板に刻まれた文字、これまで見慣れた写真集の中の風景が実際に目の前に広がっている。私はゆっくりと歩き出し、すぐに心が解放されるのを感じた。普段の喧騒や人混みとは違い、ここには静かな時の流れがある。寺院の鐘の音、遠くで風に揺れる竹林のざわめき、そして道端に咲く小さな花々の彩りが、まるで私に日常の中に美しさは必ずあると語りかけるようだった。歩いているうちに、ふと誰かの足音や遠くから聞こえる笑い声が私の心に届く。直接的な会話ではなかったが、通りすがる人々の温かい視線や子供たちのはしゃぐ声が、まるでこの地の優しさを物語っているかのように感じられた。ある日、静かな午前中、私は一人で有名な寺院を訪れた。境内に足を踏み入れると、時間がゆっくりと流れているかのような錯覚に陥った。苔むした石段、古びた仏像、そして風にそよぐ松の木々が、私に古い物語を静かに語っているようだった。私は参拝客がそっと手を合わせる中、ベンチに腰を下ろし、深呼吸をした。すると、ふと、隣に座っていた年配の参拝者が、遠くにある山々の美しさについて、内心で何度も語っているのを感じた。直接その人の声は聞こえなかったが、私の中ではこの寺院は過ぎ去った時代の情熱や今もなお続く希望を映しているとしみじみと感じた。
参拝の合間に私は手帳にその日の思いを記しながら、こんな静かな場所で私の心もまた癒されると遠回しに自分自身を励ましていた。寺院のすぐ近くにある美しい日本庭園を訪れたある日、私は池に映る桜の花びらやゆっくりと流れる小川のせせらぎに心を奪われた。庭園を歩いていると偶然、庭園の一角で花を眺める一人の女性と目が合った。彼女は直接、こんにちは、とは言わなかったが、その穏やかな微笑みと、遠くから伝わる優しい眼差しが、私に何かを伝えているように感じた。内心で、彼女もまた何か大切なものを抱えて生きているのだろうと感じ、私はその瞬間、町の人々一人一人に秘められた物語に気づき始めた。庭園の静寂の中で、私は自分自身の心と向き合い、失恋による痛みが少しずつ薄れていくのを感じた。誰かと直接会話するわけではなかったが、彼女の存在が私にとっての新たな励ましとなったのだ。その後、私は町の古い商店街にも足を運ぶようになった。市場の喧騒と店先に並ぶ新鮮な野菜や魚の香りは、都会では味わえない独特の温かさがあった。市場を歩いていると、遠くから今日はいい天気だねと誰かが楽しげに語っているのを感じた。直接の会話はなかったが、笑顔を交わす住民たちの姿から街全体に流れる穏やかな日常のリズムが伝わってきた。私は市場で古くから続く伝統の味を守る老店の前でふと足を止めた。そこには昔ながらのレシピで作られたお惣菜が並び、店主の遠い視線が私にこの味を大切にしなさいと静かに伝えているようだった。内心で失われたものはまた新たに見つけられると感じながら、私はカメラを構え、その一瞬一瞬を記録に収めた。市場での光景は私にとって自分の心の再生を象徴するような温かくも切ない瞬間だった。夜が更ける頃、町の伝統的な路地裏に足を運んだ。提灯が灯る細い路地は昼間とは全く違う表情を見せ、幻想的な雰囲気に包まれていた。歩いていると、ふと路地の先から遠くの談笑する声や子供たちの元気な笑い声が聞こえてくる。誰かがこんな夜も心は温かいものだと内心で語っているような気配を感じた。私自身は失恋の痛みがまだ心に重く残る中で、こうした夜の情景に触れるたびに、この町は私に新たな希望をくれると感じ、静かに足を進めた。窓からこぼれる明かり、風に舞う桜の花びら、そして路地裏に広がる古い看板の文字が、すべて私の心に新たな物語を紡ぎ出すインスピレーションとなった。その夜、一人歩きながら、私は今の自分にはまだ多くの可能性があると内心で自分自身に語りかけ、これまで感じた孤独や悲しみが少しずつ和らいでいくのを感じた。直接誰かと話すことはなかったが、町の隅々から伝わる静かなエールが私の心をそっと温めてくれるようだった。大学での課題として町の魅力を写真で記録するプロジェクトに取り組むようになった私は、毎日のようにカメラを手に町を歩き回った。
はじめは何気なく撮った風景や人々の表情をただ記録するだけだったが、次第に写真一枚一枚に自分自身の感情や思いが映し出されていることに気づくようになった。ある日、撮影中に古い茶屋の前で窓からこぼれる柔らかな光と茶屋の中で静かにお茶を楽しむ人々の姿に心を奪われた。直接誰かと会話するわけではなかったが、その情景は私に日常こそが美しいと語りかけるかのようであり、私はその瞬間、涙がこぼれそうになるのを感じた。写真を整理しながら、私は内心でこの蝶には忘れかけた温かさが隠れていると何度も自分に語りかけ、またそれを通じて自分自身の心の奥に眠る感情と向き合うようになった。友人からは、君の写真は何か深い意味を持っているねと遠回しに褒められることもあり、その度に私は自分の視点が少しずつ変わっているのを実感した。プロジェクトを進める中で私はたくさんの人々と出会った。大学の写真部のイベントで同じように蝶の風景を追い求める仲間たちと語り合ったり、地域のイベントに参加して地元の住民たちから昔話や伝統について聞いたりした。直接の会話は交わさず、すべては内心で感じ取ったり、遠くから伝わる言葉のように受け止めたりする形であったが、そのすべてが私にとっては大切な財産となった。ある日、地元の古い喫茶店で一人の年配の女性が昔の恋愛話やこの町で生きる上での苦労話を静かに、しかし確かに自分の経験として語っているのを聞いた。その言葉は直接的な会話ではなく、ただその場の空気の中に漂う温かな思いとして私に深く染み込んだ。私はその時、遠回しながらも、人は誰しも愛と失うこと、そして立ち直る力を持っている、と内心で確信し、涙をこらえると同時に、自分自身の未来への希望を感じた。京都での旅が進むにつれて、私は次第に自分自身の内面と真剣に向き合うようになった。撮りためた写真を一枚一枚見返す中で、失恋の痛みや孤独、そしてそこから立ち上がるための小さな希望が、遠回しに私に語りかけてくるのを感じた。夜、宿で一人静かに窓の外を見ながら、こんな風に生きるのも悪くないのかもしれないと、内心で自分を慰め、未来に向けた決意を固める瞬間があった。都会で追い求めた夢は遠い記憶のように感じられたが、ここ京都の静かな風景と人々の温かさが私に新たな視点を与えてくれたのだ。失ったものはいつか新たな形で取り戻せると何度も自分に語りかけながら、私はその瞬間ごとに自分の心に小さな希望を灯していった。直接的な言葉は交わされず、すべては私自身の内面の声として遠くから伝わってくるような感覚だった。旅の途中、ある古い神社の境内で、ふと目にした石碑にかすかな文字が刻まれているのを見つけた。どうやら何十年前にこの町で起こった一つの恋物語の記録らしい。その石碑に向かって私の内心でこの町には語り継がれる愛があると静かに思いを馳せた。その後、神社の境内を歩いていると、遠くで子供たちの笑い声が聞こえ、誰かが昔の恋は今もなお生きていると感じさせるような瞬間があった。
直接その言葉は聞こえなかったが、空気の中に漂う確かな感情が、私に過去も未来もすべてが一つにつながっていると伝えてくれるようだった。その時、私は自分の失恋の痛みが遠い昔の誰かの愛の物語と重なっているように感じ、心が静かに温まるのを覚えた。私にとってその瞬間は内面の深い部分で過去と現在が交わる大切な転機となった。旅も終盤に差し掛かり、私は京都の町でたくさんの写真と心に刻まれた数々の出会い、そして自分自身との対話を胸に、再び自分の未来へ向かう決意を固めた。宿を後にする朝、薄曇りの空の下、太駅のホームで、遠くから誰かがまた会おうとかすかな声を送っているような気がした。直接は聞こえなかったが、その温かい感覚が私に新たな勇気を与えてくれた。駅を降り、京都の町を後にするその瞬間、私はここで過ごした日々は私の宝物だと心の中でつぶやきながら、これからも自分のレンズを通して世界を見つめ、愛と希望を胸に歩んでいく決意を新たにした。都会へ戻る電車の中で窓の外に流れる景色を見ながら、失われた痛みもいつかは新たな美しさに変わるんだと静かに自分自身に語りかけた。私の中には京都で出会った数々の思い出と温かな人々の存在がこれからの人生の大切な支えとなると確信していた。この旅を通して私は失恋という痛みの中にあった自分を見つめ直し、京都のことで数えきれないほどの美しい瞬間と心温まる出会いに出会った。寺院で感じた静寂、庭園で映る優雅な風景、商店街で交わされる温かな挨拶、そして夜の路地裏で感じた孤独と希望、それらすべてが私に日常こそが本当の芸術であり、愛と再生の源であると遠くからしかし確かに語りかけてくれた。私はこれからも痛みを乗り越えた先にある新たな自分の姿を写真という形で記録し、内面の声として未来に伝えていくだろう。京都での孤独な旅は単なる逃避ではなく、自分自身と向き合い、愛と希望を再び取り戻すための大切な一歩であった。そうして都会へ戻った後も、私はあの旅で得た経験や出会い、そして心に響く言葉たちを胸に、これからの人生の物語を紡ぎ続ける。失恋という痛みは、今や私にとって、新たな愛や自分自身の成長へと変わる、かけがえのないレッスンとなったのだ。都会の喧騒と終電に追われる毎日は、正直、僕の心に大きなストレスと孤独を刻んでいた。会社での業務は山積みで、上司からの遠回しな注意や、同僚たちの無関心な笑い声が、いつも僕の肩に重くのしかかっていた。帰り道、一人歩く夜の街を見ながら、僕はふと、このままでいいのか、と内心で何度も自問自答していた。もっと自分のペースで生きたい、誰にも縛られずに。そんな思いが夜中にふと僕の中で静かに芽生えた。都会での生活に疲れ果て、自然の中で本当の自分を取り戻したいと、心の奥底から叫んでいるような気がしていた。ある日、ふと目にした SNS の投稿が僕の心に火をつけた。友人が週末ハイキングに行こうぜ、と
何気なく書いたその一言に、都会では感じたことのない自由な空気を感じた。直接は誰かと話すわけではなかったが、遠くから伝わるその一言が、逃げ場はここにある、と、内心で力強く囁いているように感じた。その瞬間、僕は決心した。仕事のストレスと都会の無機質な日常から一歩離れ、自然の中で自分自身を取り戻すため、若い大人たちが集うハイキングクラブに参加してみよう、と。最初のクラブミーティングの日、都会の喧騒を抜け出し、僕は少し緊張しながらも、山道の入り口に集まる仲間たちの顔を見た。みんなが遠回しに、やっぱり自然は最高だな、といった感じの穏やかな笑顔を交わしていた。直接の会話はあまりなく、みんなはお互いの表情や静かなうなずきで励まし合っているように感じた。その日、僕は初めてのハイキングに参加した。朝早く、まだ空が薄明かりに包まれる中、仲間たちと共にバスに乗り込み、目的地の山へ向かった。車内では誰かが、今日は絶対にいい景色が見られるはずだ、と遠回しながらも確かな期待感を口にしているのが感じられた。僕もまた、自分にはこれしかない、と、胸の中で固く決意を新たにしながら、窓の外に流れる風景に目を奪われた。山に到着すると、すでに空気は澄んでいて、山々のシルエットが雄大に広がっていた。足元の小道は木々に覆われ、静かなざわめきとともに僕たちを迎えてくれた。道中、誰かが、この自然の静けさこそ、心の癒しだ、と、内心で感じながら歩いているのを、みんなの視線から読み取るような気がした。僕は、改めて、都会で感じた孤独も、今ここでは全く違うと、自然の力に胸を打たれた。歩き始めてしばらくすると、坂道が続く中、体力の限界を感じ始めた。誰かが、この登りは厳しいけど、その先に絶景が待っている、と、静かに、しかし確かに伝わってくる声が、内心で僕を励ましてくれた。直接的な言葉ではなく、ただ仲間たちの歩みや、ふとした笑顔から、みんなが一丸となって、この困難に挑んでいると感じた。休憩の合間に、ある先輩が、無理せず、楽しむことが一番大切だ、と、遠回しながらも、心からのアドバイスを僕に伝えていたのを覚えている。僕はその言葉に、自分も今のこの瞬間をしっかり味わおうと、決意を新たにした。山頂に近づくにつれ、息が切れ、体が重くなる中でも、景色が一層美しく、自然の雄大さが目の前に広がるたびに、心が少しずつ解放されていくのを感じた。頂上に到達したとき、空を仰ぎ見ながら、僕は改めて自分自身に語りかけた。こんなに広がる景色を見ていると、都会のストレスなんて、もうどうでもよくなると。直接誰かがその言葉を交わすわけではなかったが、仲間たちの遠いうなずきと、空気に漂う静かな達成感が、僕の心を満たしてくれた。下山の途中、休憩地点で仲間たちが一緒に座って、おのおのの思い出や今の気持ちを、遠回しな言葉や表情で共有しているのを、僕は感じた。直接、こんなに大変だけど、一緒に頑張ろう、とは言わなかったが、誰もが互いに無言で支え合っているのが伝わってきた。ある友人が、静かに、
この山は僕にとって新たなスタートを意味している、と感じたのだろうと内心で読み取った。僕もまた一緒に歩む仲間がいるから俺も負けない、と心の中で強く思った。道端に咲く野の花や風に揺れる木々の葉音がまるで自然が僕たちに語りかけるようであった。誰かが自然はいつも私たちに勇気をくれると内面で囁いているのをみんなの目線から感じ取った。僕はその静かな共感の中で都会で感じた孤独や重いストレスが少しずつ和らいでいくのを実感した。下山後、電車で都会へ戻る途中、窓の外に広がる山々の美しさに、僕は自分が少し変わっていることを感じた。これまでの都会生活で培ったストレスと向き合う日々が、山での仲間たちとの触れ合いや、自然の中で感じた一瞬一瞬の感動によって、心に温かい余裕をもたらしていたのだ。家に帰った夜、部屋の中で一人、今日の写真や思い出を整理していると、ふと、俺はこの山での経験を通じて、本当の意味で生きることができたんだ、と、内心で静かに自分を褒めている自分に気づいた。直接誰かがその声を伝えるわけではなかったが、日記に記した言葉や、遠い記憶の中の仲間たちの姿が、今もなお僕に、大丈夫、前に進めると、力強く囁いてくれているように思えた。次の週末もまた、ハイキングの約束があった。都会での生活に戻る前に、再び仲間たちと集まり、新たな山道へ挑戦することにした。出発前、ふと、家族から、しっかり休んで、また元気に来いよ、と、遠回しながらも温かいエールが送られているのを感じ、僕はその声に支えられながら出発した。山道を歩く中で、自然の景色は以前よりも一層鮮明に心に焼き付き、僕はこの瞬間こそが俺の宝物だと内心で何度も確信した。風が葉を揺らし、鳥のさえずりが静かに耳に届く中で、仲間たちとの無言のやりとりが、まるで心の中で、みんな一緒だ、と語っているように感じられた。その日の下山後、駅までの電車の中で、ふと窓に映る山々のシルエットに、俺はここで生きる意味を見つけたんだ、と内心で静かにつぶやいた。都会の雑踏とは違い、自然の中での一瞬一瞬は、どこか純粋で、そして力強いものを感じさせる。ハイキングクラブに参加し始めてから数ヶ月、僕は仲間たちとの間に、言葉ではなく視線や小さな仕草を通して、深い友情と共感が育まれているのを感じるようになった。週末ごとに集まるたび、みんなは自分の抱える悩みや仕事でのストレスを直接は語らないものの、自然の中での歩みの中で無言で共有しているようだった。ある時、山道の途中で、一人の仲間がふと、遠くの山々を見ながら、こんな景色を見ていると、どんな苦しみも小さく感じると、内心で語っているのを感じた。誰もが直接その言葉を発するわけではなかったが、みんなの表情や静かなうなずきから確かなメッセージが伝わってきた。僕自身も、俺たちはこうして一緒に歩むことで、心の重荷を少しずつ軽くしているんだ、と内心で感じ、改めて仲間たちの存在の大切さを実感した。その無言の連帯感は、都会で味わった孤独感とは全く違い、
心の奥底から温かさがあふれる瞬間であった。ある週末、いつもの山道とは違う、少し険しいルートを選んだ日があった。初めての挑戦に、仲間たちも遠回しに、無理しすぎるな、と、心配そうな視線を交わしていたのが感じられた。僕も最初は、これも俺の成長のためだ、と、自分自身に言い聞かせながら、歩みを進めた。険しい坂道では、足が重くなり、息が切れそうになる瞬間もあったが、その度に、ふと隣の仲間が静かに、この先には必ず絶景が待っている、と、内心で励まされるような気配を感じた。直接その声を聞くことはなかったが、遠くの景色と仲間たちの無言の応援が心にしっかりと届いていた。頂上に到達した瞬間、広がるパノラマに、俺はここまで来られたんだ、と静かに喜びと自信を感じた。頂上で休む間もなく、下山中、仲間たちとふと交わした視線の中には、どこかで一緒に苦労を乗り越えたね、という無言の絆が感じられ、心から仲間たちの存在に感謝する気持ちが湧いてきた。週末のハイキングが終わり、再び都会へ戻る電車に揺られる中で、窓の外に広がる山々の景色が、これまでの日々を映し出しているように感じた。都会に戻ると、また忙しい仕事の日々が待っているが、心の中には山での静かな時間と仲間たちとの絆が確かな支えとして残っていた。仕事でストレスがたまる日々の中、ふと夜遅くにふらりと歩く帰り道で、あの日の山道の疲労感とともに温かな達成感がよみがえるのを感じた。誰かがこの景色を見ればまた頑張れると内心で語っているかのような感覚がぼんやりと私の心に広がった。都会の喧騒と山で感じた穏やかな時間が対比となって私にどちらも自分の一部だと教えてくれているようだった。ハイキングを続ける中で私は自分自身の内面が大きく変わっているのを感じるようになった。以前は都会でのストレスに押しつぶされ、何もかもが重く感じられていたが、山での自然や仲間たちとの静かな交流が、私の心を次第に軽くしていった。ある日、いつものように仲間たちと山道を歩いていると、ふと足元に咲く小さな花が目に入った。その花の美しさに、私はこんなにも小さなものがこんなに輝いているんだ、と内心で深い感動を覚えた。誰かが直接日常の中に美しさはある、とは言わなかったが、その一瞬一瞬が私にとっては大切な教えとなって心に刻まれていったのだ。毎回のハイキングの帰り道、電車に揺られながら、私は都会に戻るときも必ず山での思い出を日記に記し、遠回しに、これが俺の生き方だ、と自分に語りかけるようになった。内面の対話を通して失われた感情が少しずつよみがえり、やがてそれが自分の新たな力となって未来へとつながっていくのを実感した。ハイキングクラブに参加して数ヶ月が経ち、僕は仲間たちとの間に言葉ではなく視線や小さな仕草を通して深い絆が育まれているのを感じ始めた。週末ごとに集まるたび、誰もが自分のストレスや悩みを直接語ることはなかったが、自然の中での歩みや共に笑い、時には静かに沈黙する時間が
互いに無言の励ましとなって伝わっていた。あるハイキングの日、険しい山道の途中で、仲間の一人がふと、遠くの山々を見上げながら、この景色を見ていると、どんな苦しみも小さく感じると、内心でつぶやいているのを感じた。その瞬間、私は、俺たちはこうして支え合っているんだ、と深く共感し、これまでの孤独が和らいでいくのを感じた。直接的な会話はなく、すべては互いの表情や静かなうなずきで語られる遠回しなメッセージのようだった。また、帰り際、電車の中で、ふと隣に座る仲間が遠くの窓を見ながら、また来週も頑張ろう、と内心でその声が伝わってくるのを感じた。僕はその瞬間、この仲間たちとなら、どんな困難も乗り越えられると、胸の中で確かに感じ、都会での孤独とは違う温かい絆を実感した。ある週末、ハイキングクラブでいつものコースとは違う、道の山道に挑戦することになった。普段は穏やかな道を歩んでいた仲間たちも、今回は険しい坂や不整地に足を取られながら、遠回しに無理はしないように、と互いに気遣っているのが見て取れた。僕自身は新しい挑戦に不安と興奮が入り混じる中、これもまた自分を鍛える試練だ、と内心で思いながら慎重に足を進めた。険しい道を登りながら、途中で何度も息が切れ、体が悲鳴を上げる中、ふと隣の仲間の視線から無言の励ましが伝わってくるのを感じた。直接頑張れとは言われなかったが、その遠回しな目線が、君は一人じゃない、としっかりと僕を支えてくれているのを実感した。頂上に到達した瞬間、広がる壮大な景色を見ながら、僕は、俺はここまで来られたんだ、と静かに自分を褒め、内心で次なる挑戦への意欲を高めた。都会へ戻る日々が続く中で、週末のハイキングは、僕にとって単なるレクリエーションではなく、心の再生と成長の貴重な時間となっていた。日常の忙しさの中で、ふと山道での感動や、仲間たちとの無言の交流を思い返すと、これが俺の本当の生き方だ、と内心で確かに感じるようになった。夜、帰りの電車に揺られながら、窓に映る遠い山々を見て、かつての都会でのストレスや孤独がどこか消えていくのを感じた。誰もが直接は語らなかったが、静かな時間の中で、自然は俺に希望を与えてくれると、内心で繰り返していた。家に帰り、ふと部屋で撮りためた写真や、日記に記された言葉を読み返すと、そこには、俺は変わった、と、遠い過去の自分と向き合いながら、未来への一歩を踏み出す力が感じられた。都会での苦しみは、もう二度と戻らないと、静かに、しかし確実に心に刻んでいた。ある冬の朝、また新たなハイキングの日がやってきた。寒さの中、いつものように仲間たちと山道に向かうと、誰もが遠回しに、この寒さも俺たちを強くすると感じながら、静かに歩みを進めていた。頂上でふと、凍える空気の中に広がる澄んだ青空と、温かい仲間たちの笑顔を見た瞬間、俺は、これからもこの道を歩み続ける、と、心の中で強く誓った。帰路に着く電車の中で、窓越しに流れる風景が、今までのすべての苦労と、ここで得た友情、
そして自然の中に見出した希望を静かに物語っているように感じた。直接は語られなかったが、仲間たちの遠い視線や、自然が語りかける風の音が、未来は自分の手で作るものだ、と、遠くから確かに僕に伝わってくるのを感じたのだった。都会へ戻る日、疲れた体を引きずりながらも、内心では、このハイキングで得た力が、俺をこれからも支えてくれると、確固たる自信が芽生えていた。毎週末、自然の中で仲間たちと過ごす時間が、僕にとっては新たな生きるエネルギーとなり、都会でのストレスや孤独を打ち消す、かけがえのない宝物となっていった。こうして、僕はハイキングクラブに参加することで、都会での厳しい現実から一歩離れ、自然の中で自分自身を再発見し、仲間たちとの深い友情を育んできた。直接的な会話ではなく、互いの表情や静かなうなずき、遠くから伝わる無言の励ましが、僕たちの心をつなぎ、支え合う絆となっている。山道を歩くたび、風に乗って聞こえる鳥のさえずりや、足元に咲くのの花の美しさが、僕に、この世界には、まだまだ輝く希望がある、と教えてくれる。そして、仲間たちと過ごした週末の時間が、都会のストレスに打ち勝つための力となり、内面の成長と未来への新たな可能性を感じさせてくれるのだ。今、都会での日々に戻っても、週末のハイキングで得た体験は、僕の心の中に深く刻まれている。仕事で疲れたとき、ふと窓の外を見上げれば、あの青空や山々の壮大な景色が、僕にまた頑張れと静かに語りかけるように感じる。そして、これからも僕は、自然の中で出会った仲間たちとの絆を胸に、日々の小さな歩みを大切にしながら、自分の未来へと確かな一歩を踏み出し続けるだろう。この物語は、都会の重圧と孤独から逃れ、自然の中で友情と希望を見出し、自分自身を再生するための静かで力強い旅路の記録である。誰もが直接頑張れとは言わないかもしれないが、遠くから伝わる仲間たちの眼差しや、自然が奏でる音が、僕にとってはかけがえのない励ましであり、これからもずっと僕の支えであり続けるのだと、心から信じている。